前編ではムシアラ、ベリンガム、ヤマルの3人を見ました。後編では、さらに知ってるとちょっと通っぽくて、見ていてワクワクする3人を紹介します。皆さんこんにちは。にわかじゃないのだ。ずんだもんなのだ。後編まで来てまだその設定を守ろうとしてるのは偉いわね。設定じゃないのだ。継続的な自己申告なのだ。自己申告制なのくさ。後編でも審議継続。前編の時点でだいぶ濃かったのに、まだお犬マセットが残ってるのだ。ここからはスター候補から一歩進んで、この選手を追うとサッカー観戦はさらに楽しくなるってタイプも入ってくるわ。後編から潰れる。ここから沼の水深が上がる。俺のな。概要欄から気になるとこに飛んでみてくれても OK なのだ。だからチャンネル登録どうかと貸してくれさいなのだ。ちゃんと言いなさい。1人目。フランス代表、パリ・サンジェルマン所属のデジレブエ。名前からしてもう強キャラ感があるのだ。登場した瞬間に背景が光りそうなのだ。この選手を一言で言うなら、一人で試合の温度を上げられる爆発型アタッカー。温度を上げるってボール持った瞬間に急に背景が燃える人なのだ。アニメ化。あ、背景は見る人は燃えてるかもね。ドゥエはドリブルだけじゃなくてスピード、技術、思い切りの良さが全部前向き。見てる側がなんか起きそうって身構えるタイプなのよ。危険予知アタッカーなのだ。見るポイントはまず前を向いた時にどれだけ一気に運べるか、次に相手と正面で向き合った時に逃げずに勝負するか、最後に派手なのにちゃんと周りも使えるか、この3つね。ただ速いだけじゃなくて、うわ来た、ここで仕掛けるのだって場面を自分で作るのだ。そう、しかも前線のいろんな場所で使えるからどこにいても絵になるのよ。便利なのにロマンもあるのだ。ゲームで言うと性能も派手さも盛られてるやつなのだ。見栄えがいい選手は正義。ボール持った瞬間のざわつき感ある。うまいだけじゃなくて花がある。ここは最初ヤマルトには結果なかったのだ。似てるかな。わかるような、わからんような。いや、似てないやろ。ところでワールドカップではドゥエはどの試合でこの子かなり来るのだってなったのだ。わかりやすいのはノルウェー戦ね。フランスが4対1で勝った試合で、ドゥエは終了間際にワールドカップ初ゴールを決めたの。ちゃんと数字も残してるのだ。そう、ただそれ以上に大きいのはフランスの分厚い前線の中でもドゥエはちゃんと違いを作れるって見せたことよ。控えやローテ要員ってだけじゃなくて、この大会でも使える若手として評価が上がったの。ほうほう、なるほどなのだ。主役級がボロボロいる中でこの人もちゃんと危ないのだって証明した試合なのだ。そういうこと。派手な若手ってこういう大会で1回印象に残る夜を作ると一気に見られ方が変わるのよね。すごい才能だけど、もう世界一って呼ぶにはまだ早いかな。20歳ってことを忘れがちだし、負けるたびにスケープゴートにされるのは変だ。評価が高すぎてすでに完成品みたいに見られてるっぽいのだ。でも実際はまだ伸びる途中の選手だと思うのよ。だからこそ今から追うと爆発する瞬間をリアルタイムで見られる楽しさがあるね。なるほどなのだ。今は完成した主人公というより主人公レベルになっていく途中のストーリーって感じなのだ。育成成功前夜感がある。当たると景色が変わるタイプ。ズンメタキックス。2人目。トルコ代表、レアルマドリー所属のアルダ・ギュレルです。来たのだ。左足だけでちょっとズルして世界征服しそうな人なのだ。征服はともかく、確かにこの選手を一言で言うなら左足一つで空気を変えられるひらめき型ミッドフィルダー。後言じゃない気がするのだ。なんて空気を変えるというか、予知してて動いてる感。パスっていうより見合い予知なのだ。そう見える時があるね。狭いところで受けても慌てないし、なんでそこ通るのってパスを出せる。しかもシュートまであるから厄介なの。左足から急にイベントが始まる人なのだ。触るたびに BGM 変わるタイプ。花ってこういうこと。見るポイントはまず受ける前の体の向き、次にワンタッチで前向きになれるか、最後にラストパスかミドルかを相手より早く決められるか。この辺を見ると面白いわ。ただうまいじゃなくて次に何をするかを先に決めてる感じがあるのだ。そう、プレーに無駄な一拍が少ないのよ。だから見てて上手さが分かりやすい。ワールドカップだとギュレルが一番持ち上がった試合はどれなのだ。アメリカ戦かな。トルコが3対2で勝った試合でギュレルは同点ゴールを決めて、そのままプレイヤーオブザマッチにも選ばれてるの。ほほう、分かりやすく主役なのだ。実はこの試合トルコはもう敗退が決まってたのよね。だからこそ最後にちゃんと自分たちの顔を見せたって意味でも大きかったし、ギュレルはトルコ史上最年少のワールドカップ得点者にもなったの。それは盛り上がるのだ。悔しい大会の最後にちゃんと希望の星を残した感じなのだ。そう、大会全体の結果以上にこのチームの未来はこの子中心かもって思わせる試合だったわけね。
僕こういう散り際に次を期待させる若手に弱いのだ。その辺は妙に観客目線よね。ヤマルがいるから今一番技術がある若手とまでは言わないけど、アルダを支えてここでワールドクラスに育てるべきだ。とんでもない選手だ。マジで。つまり俺が育成してやる、推してるだけって思わせる選手なのだ。地下アイドルじゃないんだから、完成品扱いというより本格的に化け始めてるって見られてる感じが強いわね。こういう選手ってうまいだけで終わらずに推したくなる花があるのだ。そうそう、ライト層でもなんかこの人いいなって感覚で入りやすい選手ね。気づいたら映像集見てるタイプ。左足から芸術点が出る。ズンメタ3人目、ドイツ代表、バイエルンミュンヘン所属のアレクサンダー・パブロビッチ。来たのだ。後編のクローとホイホイ枠なのだ。でもライト層にも意外と分かりやすいよ。この選手を一言で言うなら、試合を静かに整えてるのにいないと一気に困る中盤の整理役。派手に11人抜きはしないけど、気づくとずっと大事なところにいる人なのだ。相手ゴールキーパーより前からスタートかよ。パスでテンポを決める、受ける位置がいい、前にも後ろにも無理なくつなげる、しかも守備の仕事量もある。見れば見るほど効いてるタイプよ。サッカーの縁の下係なのだ。主人公のパートナーとかでいないと困る系なのだ。派手に点を取る、突破する系の選手の次に気になりだすポジションね。見るポイントは、まず味方からボールを預けられる回数、次に受けてから慌てず次の道を作れるか、最後に横パスだけじゃなくて前向きの速いパスを差し込めるか、このあたりね。なるほどなのだ。見た目は地味でもこの人がいると全体が回るってタイプなのだ。その通り。しかも年齢の割に落ち着きがあるから、前からいたベテランみたいって見られやすいのよ。気づくとずっと正しい場所にいる。派手じゃないのに満足度が高い。中盤好きが急に早口になるやつ。パブロビッチはワールドカップでどの試合を見ればこの人聞いてるのだって分かりやすいのだ。この子はちょっと特殊で、一発でバズった試合というよりグループステージ通して評価を上げたタイプなのよ。まあその中で1本あげるならコートジボワール戦かな。ここだけちょっと通っぽい答えなのだ。ドイツが2対1で勝った難しい試合なんだけど、パブロビッチはセットプレーから1回決めたかと思ったらファウルで取り消された場面もあったし、終盤でずっと絡んでたの。派手なヒーローは別にいてもこの子やっぱ使われる理由あるなが見えやすい試合ね。なるほどなのだ。ゴールハイライトの主役じゃなくても試合をちゃんと見た人ほど評価が上がる枠なのだ。ちょっとだけ手を飛ぶって見えるのだ。似合い。そう、それに公式の紹介でもドイツの中盤で重要な役割を担ってるってされてる。こういう選手は見れば見るほど好きになってくわよ。落ち着きがすごい。何年も前からいたみたいだし、まだまだ伸びしろがある。短く言うとの、長く言うとの王だ。意味がわからんのだ。何の話なのだ。もうロドリクラスかみたいに一気に最高到達点まで比べるのは早いってことかな。でも逆に言うと、それくらい期待されるところまで来てるってことでもあるわ。なるほどなのだ。今すぐ世界最強認定ではないけど、この年でここまでやるのってざわついてるのだ。そうそう、派手なスタートは少し違うけど、サッカーを見続けるほど好きになるタイプ。後編の最後に置くのにちょうどいい選手でしょ。にやり。見る目が育つ選手なのだ。追ってるうちに、ああ、奥今ちょっとつっぽいのだってなれそうなのだ。その入り口としてはかなり優秀。分かってくると急に好きになる枠。沼ようこそ。ズンメタということで後編は、ブエ、デュレル、パブロビッチの3人を見てきました。整理すると、ドゥエは爆発力で温度を上げる人、デュレルは左足とひらめきで空気を変える人、パブロビッチは静かに試合を整える人。同じ若手でもかなり見どころが違うわね。後編はド派手ロマン、芸術系魔法、クロートぶりようこそ役なのだ。前編とだいぶ味付けが違うのだ。でもその違いが分かるようになると観戦が一気に楽しくなるのよ。前編で入り口を作って後編で沼の深さを知る構成なのだ。これは教育番組なのだ。教育の顔した沼案内。気づいたら週末が消えるやつ。YouTube 様、教育チャンネルということでよろしくお願いします。ナイス。それでは最後に、前編後編合わせての6人。ワールドカップの試合を見返すならまずこの試合という候補どうぞ。見逃し配信で結果だけしか見なかった試合を見返すのだ。まずムシャラ、ドイツ対キュラソー、怪我明けかららしさが戻ってきたが見えた試合ね。クラカンを堪能するのだ。ベリンガム、まずはメキシコ戦、2得点で主役になったわよ。さらに余裕があれば次のノルウェー戦まで見ると、大会の顔になっていく流れがわかるわ。肺が3つあるからフィールド内どこでも出現するのだ。ヤマル、スペイン対オーストリア、点はなくても試合を支配して、プレイヤーオブザマッチにも選ばれた試合ね。赤いはずなのに、1000人なのだ。
フランス対ノルウェー。ワールドカップ初ゴールもあるし、フランスの前線にこの子もいるのかが伝わりやすいわ。フランスなのにヤマルがいるのだ。見分けつかんのはズンだけだ。ギュレル、トルコ対アメリカ。ゴール、プレイヤーオブザマッチ、そして未来の中心って空気までまとめて見えるわね。僕が育成中なのだ。なんでやねん。パブロビッチはドイツ対コートジボワール。派手さより試合の中で聞いてる感じをつかむならここが入り口よ。主役より人気投票の順位が高い人なのだ。言えて妙でムカつく。ムシアラは副長、ベリンガムは主役か、ヤマルは別格感、ドゥエは爆発予告、ギュレルは未来の顔、パブロビッチはツボのみなのだ。だいぶ良い線いってるわね。今日は打率が高い。前編後編合わせて6人見てきました。ワールドカップの後、誰を追えばいいか迷っていた人も、これでかなり入り口が見えたのではないでしょうか。もうワールドカップ終わったから見るものがないから見たい人が増えすぎて困るに進化したのだ。それはかなり健全な悩みね。みんなの後編ならこの3人の誰が一番気になるかもコメントで教えてほしいのだ。あと6人の中でまず追うならこの人も教えてほしい。ついでに僕のに岡卒業判定もお願いなのだ。開始。単位はまだ出ない。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございます。待つのだ。チャンネル登録と高評価どうかお願いしましたのだ。では次回の動画でまたね。